こんにちは、宮沢よいです。今日はですね、子どもたちがキビキビ動き出す行動目標の掲示の仕方、入門編、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。2学期子どもたち学級にもだいぶ慣れてきたと思います。でやっぱこれって良し悪しで、いい意味では安心感たっぷりで過ごすことができてると思いますが、悪い意味だとちょっとだらっとしちゃう、そんなことはあると思うんですよね。これ2学期の特徴だと思います。そんな時に有効なのが行動目標なんですね。行動目標って一体何なんだ。ちょっともういきなり写真でお見せしたいと思います。こちらです。一番上にあるでっかいのが学級目標ですね。その下に短冊のようにかかっている、これが行動目標です。この2学期ちょっとだらっとしちゃってる、もう少しキビキビ動いてほしいぜっていう、そんな学級におすすめなこの行動目標の掲示の仕方を一から分かりやすく丁寧に説明したいと思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢ゆい教育研究所。さあ、早速やっていきましょう。今日はですね、動画、結論から言うと、学級目標を実現するための行動目標を改めて掲示をしていきましょうっていうね、そんなことでございます。行動目標っていうのは何かっていうと、学級目標がありますよね。学級目標って大体もう目標というよりはスローガンに近く、それを掲示していてもあんまり目標に近づいていかないものですよね。例えばキラキラ3年3組っていう目標を掲示してもキラキラしてこないじゃないですか。このキラキラしてくるために具体的にじゃあどういう行動をしていきましょうかと、その行動レベルの目標を行動目標っていうふうに言うわけですね。ではその行動目標の指導手順、全部で4つありますからね、紹介していきたいと思います。こちらでございます。まず1つ目、学級の苦手を見抜く。行動目標っていうのは子どもたちの行動を改善していきたいので、子どもたちに今あらがある、ちょっとうまくいってない部分の行動っていうものをこっちがまず見抜く必要があるんですね。これが第一ステップです。子どもたちが何かするわけじゃありません。こっちの担任が目で見抜くっていうことですね。これが1つ目。続いて2つ目、学級に行動目標を掲示を提案する。子どもたち行動目標なんていう名前知らないですし、今までの学級でも行ったことがないと思いますから、きちんと行動目標っていうのが何なのかっていうのを説明してあげて、そしてじゃあ行動目標1個決めていきましょうかっていうふうに言ってあげたらいいと思います。例えばこんな感じですね。じゃあみんな学級目標見てください。仲良し4年2組って書いてありますね。みんな仲良し4年2組、最高の学級目標ですけれども、今現在9月現在、みんな仲良し100点満点中何点ぐらいかなっていうふうに子どもに問いかけるとですね、50点かなとか60点かなとかってね言うと思います。じゃあ今そこから少しでも1点でも上に上がるために、あの目標を達成するために僕たちに一体何ができるだろうか、何をするとあの目標に近づいていくだろうか、一人一つでいいから意見を言ってみましょうっていうと、ポロポロね意見が出てくると思います。でその中から一番コツなんですけれども、1つだけ行動目標を1つ選ぶっていうことですね。2個も3個も選んで一気に掲示すると子どもたち頭パンクしてしまいますから、1つ掲示して1つ達成したら2つ目で、2つ目達成したら3つ目、こんな風にね決めていくといいと思います。で基本的には子どもたちが自分たちで意見を出して、そして自分たちで選ばせて、よしこれなら頑張れるっていう納得感があるものを行動目標として選定するのが一番いいですね。もちろんこちらもステップの1としてですね、子どもたちのあらっていうものを見抜いているわけですけれども、やっぱり担任目線と教室の椅子に座っている子どもたち目線では学級の課題っていうのは違うわけなんですね。なのでこれは基本的には子どもの意見を尊重した方がいいと思いますが、子どもたちの意見を尊重することが全て正しいというものではないんですね。必ずしもそれが学級経営的に正しいとは限らないわけです。なので子どもたちが意見を出した上で、こちらも教師としてもですね、これは絶対もう何が何でも優先して行動目標として据えるべきなんだっていうふうに思うものがあれば、教師も意見を言ってこれも加えてもいいかななんていうふうに言ってもいいかもしれませんね。ただ最終的にはやっぱり子どもたちが決めていくっていうのが一番いいのかな、納得感が宿ると思います。これがステップ2です。行動目標掲示を提案し、そして3つ目、もう言っちゃいましたね、行動目標を決定するということです。最後ステップ4は実際に行動目標を達成させる。そうですね、じゃあ例えばネガティブ発言を言わないっ
やめようネガティブ発言みたいな行動目標を作ったとするじゃないですか。ネガティブ発言っていうのは誰かが傷ついたり悲しい思いしたり学級の士気が下がるようなそんなマイナスの発言ですよ。そういうネガティブ発言をやめていこうよっていうようなそんな行動目標を設定したとします。そして学級目標の周辺に掲示したとします。ところが掲示しただけではいくら行動レベルに目標を落とし込んだといえども達成されるわけではないんですね。すなわち日々の指導が大切になってきます。日々の指導は全部で3種類行ってください。まず1つ目は指導です。具体的には褒めと叱りですね。ネガティブ発言が封印されていて減ってきてたらいいじゃん素晴らしいね頑張ってるねこの調子だよっていうふうに褒めてあげてください。逆にネガティブ発言が増えてきちゃったらちょっと待ってくださいよ皆さん行動目標を見てねネガティブ発言を減らしていこうっていうそんな行動目標を作ったでしょそれはおかしいんじゃないかな今すぐやめましょうっていうふうに叱ってあげていいと思いますよ。この時に教師が一方的に叱ってない自分たちで決めたことに対してこちらが注意をしているので子どもたちからも反発の目っていうのが出てこないんですね。なぜなら自分たちで決めて自分たちで掲示しているものそれにのっとってこちらが指導しているので反発のしようがないっていうことです。言い方とかは気をつけてくださいね。お前らふざけんじゃねえとかって言ったらそれは反発されますからここはスマートに冷静に落ち着いてね感情的にならずに指導をしていってあげましょう。一つ目は褒めたり叱ったりする指導っていうことです。で2つ目はですねフィードバック。フィードバックっていうのは指導に比べてちょっとだけ難しいんだけれどもありのままの状況をただ子どもたちに伝えてあげたらいいってただそれだけなんですね。例えばネガティブ発言が最近学級の中になくなってきた影を潜めてきたっていう状況があった時にこんな風に言ってあげたらいいです。なんか最近ネガティブ発言減ってきたね。これだけでいいわけです。逆にこんなフィードバックもあれです。なんか最近ちょっとネガティブ発言増えてきてる気がするね。これだけでいいです。これフィードバックっていうんですよ。褒めと叱りっていうのは結局何かって言ったら評価してるんですよね。価値づけてるわけです。それも OK です。グッドなんだけれどもフィードバックっていうのは今の学級の現状を担任から見たらそのまま伝えてあげることで子どもたちの気づきを促してあげるっていうことです。そういえば今ネガティブ発言なんか増えてきてるなとか確かにそう言われたらネガティブ発言最近なんか減ってきてる気がするなみたいなその気づきを促してあげることで自己理解が深まって結果的に行動がじわーっと変容していくっていうことですね。攻撃力威力が強いのは指導なんですよ。褒めたり叱ったりした方がパーンと効果発揮するんだけど基本的にはね単発なんだよね。効果が持続しないっていうのが結構特徴であるんですよ。一方フィードバックっていうのはパンチは弱いんですよ。気づきを促しているだけなんでただ子どもたちの目先の成果というよりは長い目で見た時の成長を促していくことができるんですね。この指導とフィードバックを使いこなせるようになってくると教師としてのレベルが1個上に上がってくると思いますのでぜひこれ使いこなしてみてください。続いて3つ目です。これは質問です。子どもたちに問うてあげてください。例えばこんな感じですね。そうですね定期的に問うてあげたらいいと思います。ネガティブ発言を減らしていこうっていうような行動目標を立てたけれども立ててからしばらく経ちました。2週間経ちました。皆さん最近ネガティブ発言の調子はどうですか？なんていうふうに質問してあげたらいいと思います。質問をすると人間というのはもう自然に思考を促されるようにできてるんですよね。問われたら考えざるを得ないわけですよ。どうですかとかあるいは100点満点で何点ですか10段階で言うとどれぐらいですかもう達成できてますか達成まだできてませんかなんていう聞き方でもいいかもしれません。このようにして進捗状況っていうのを子どもたちに尋ねてあげると今自分はレベルとしてはこんな感じなんだなっていうのをこれも自己理解を促すことができます。で大体ネガティブ発言このクラスから減ってきたよねっていうような共通理解ができてきたらいいじゃないですか。行動目標じゃあおおむねね達成まだちょっと出ちゃうところもあるけれども大体100点目指してるわけじゃないから人間だからさそれは誰だってネガティブ発言言う時あるよ。先生だってあるよ。たまにあるよ。だから大体ねネガティブ発言がなくなってきたんでよしこれから新しい行動目標作ってみようかどんな行動目標を作ろうかねって言ってまた一つ目に帰っていくっていうことですね。こうして定期的に行動目標をブラッシュアップして作って増やしていってあげることによって確実に着実に学級のレベルが上がっていきます。子どもたちがクオリティ高く学級生活を営んでいくことができますし子どもたちがもっと優しくなっていきます。具体的に
行動レベルで変わっていくっていうことですね。今ネガティブ発言の例をね出しましたけれども、他にはどんな行動目標の例があるのかなっていうところで紹介して終わりたいと思います。この写真は実際僕が担任していた時の行動目標ですけれども、1つ目口は空洞あいうえお、2つ目男女自然に、3つ目増やそうポジティブ発言、4つ目減らそうネガティブ発言、5つ目挨拶は自分から、こんな感じですね。年間通して全然多くないですよ。1年間で12ヶ月ありますけれども、別に1ヶ月に1個ずつ作っていくっていうことじゃありませんし、本当に前の今掲げている行動目標が大体達成できたなっていうふうに思ったら次やっていくので、次新しい行動目標を据えていくので、年間5個ぐらい、多くても7個8個ぐらいっていう感じじゃないですかね。あんまり多くを求めないっていうことですね。そんな無理にね、はい次次次なんていうふうに言わなくてもいいと思います。ちなみに6個目ね、なんでこう真っ白い短冊を掲げているかっていうと、結局5つ目を掲げて挨拶は自分からっていう行動目標を掲げていたとしてもですね、子どもたちはその5つ目しか見ないわけですよ。5つ目頑張ればいいんだなっていうふうにしか思わないわけですよ。でもそれでじゃあ学級目標が達成されるかって言ったらそうではなくて、5個目の次には6個目が来るし、6個目の次には7個目が来るしって終わりはないわけですよね。改善の余地っていうのは常に残されているわけです。その改善の余地を見つけられるその目も持ちましょうね。5個目を達成することを目指しながら、6個目って僕たちどこなのかなっていうような探す見抜く目も同時に養っていきましょうねっていう指導をしていたので、6つ目がちゃんとあるんですよ。今はないけれども、でも余地としてはあるんです。それを忘れないでくださいねっていう意味を込めて白紙の短冊をつけていたっていうことですね。ごめんなさい、ちょっと話それちゃいましたけれども、そんな風にして子どもたちの目も僕はね育てるようにしていました。最後ちょっと1個注意点があります。注意点っていうのは、そもそも行動目標云々の前にですね、学級目標がちゃんと子どもたちのこの胸にバチッと入ってるかどうかっていうところ、そこが一番問題なんですよ。結構あるあるなのが、4月5月に学級目標を作ったけれども、すっかり絵に描いた餅のように日に焼けて色あせちゃっても忘れ去られちゃってる。クラスの子どもたちに学級目標って何ですかって質問しても誰も答えられない。担任すら忘れちゃって答えられない。そんな学級目標が中にはあったりするんですね。その学級目標の周辺に書いた行動目標なんて絶対にこれ達成されるはずがありません。まず一番大事なことは、この学級目標絶対にこのクラスでみんなで達成するんだぞと担任がちゃんと気持ちで信じて、担任自身がまず信じて、そしてそれを日々子どもたちに語ってあげて、熱量を込めて語ってあげて、でもなかなか達成できないな、仲良し4年2組になってこない、キラキラ3年3組になってこない、だから行動レベルの行動目標を作っていきましょう、増やしていきましょうっていうふうに語ってあげると、なるほどね、よし頑張ってみよう、どんどん湿った薪に火がついていくように、火がどんどんクラスの中で大きいキャンプファイヤーができていくっていうことですね。まず必要なことは、子どもたちの胸の中に学級目標を落とし込んであげましょう。そのために必要なのはあなたです。あなたがまず誰よりも学級目標の達成を信じるっていうこと、それができるのが世界で唯一担任なんじゃないでしょうか。いかがだったでしょうか。今日はですね、子どもたちがキビキビ動き出す行動目標の掲示の仕方、入門編、こんなテーマでねお話をさせていただきました。面白かったよ、役に立ったよっていうふうに思うところが一つでもあれば、よければいいねとかコメントしていただけるとすごい嬉しいです。よろしくお願いします。また皆さんと同じ職場で働いておられる、特にお若い先生なんかおられたらですね、多分学級目標を使いこなすことができずにちょっと困っちゃってる先生も多いと思いますし、2学期ちょっとダラダラっとしてきたり、学級の雰囲気が騒然としてきたりして困ってる先生いると思うんですよね。そんな先生の一つの起爆剤になる可能性があるので、よければこの動画シェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。こんな感じで学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、お見逃しのないようにぜひチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後一つお知らせさせてください。じゃん、これです。ちょっと見づらくてごめんなさい。こちら、学級担任の1年という映像コンテンツ販売させていただいております。7月に販売させていただいたんですけれども、大変好調で、毎日のように日本全国どなたかの先生がですねご購入いただいて、僕のスマホが毎日ピコンピコンってなっています。嬉しいです。ありがとうございます。実はこの学級担任の1年の中に、学級目標の正しい作り方、そして
行動目標の正しい作り方、もっと詳しく紹介させていただいております。もうちょっと詳しく勉強してみたいよっていう意欲あふれる、意欲たっぷりの先生がおられたら、よければ学んでみてください。この動画の概要欄からいつでもご購入することができます。ただいま割引中でございます。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんの学級経営心から応援しております。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。